4人家族は2年で23万円増。インフレ税とはゼロ。インフレ税とは、インフレ税という言葉を聞くと新しい税金が導入されたのかと思ってしまいますが、実際には法律で決まった税金、所得税や消費税などではありません。物価が上がることであなたが持っているお金の価値が目減りし、実質的に政府へ資産を吸い上げられている状態を比喩的に表現した言葉です。ただし影響力は大きく、一部の試算では4人家族で年23万円とされています。巷で話題になっている食品の消費税 0% などでは到底賄いきれない金額です。少し専門的な話になりますが、押さえておいて損はない内容です。できるだけ分かりやすくまとめたいと思います。まず、なぜこれが税金と同じだと言われるのか、その仕組みを解説します。1、なぜインフレ税と呼ばれるのか。通常、増税を行うには国会での審議と法改正が必要であり、国民からの強い反発を招きます。しかし、インフレは法改正なしに国民の購買力を政府に移転させる仕組みを持っています。政府のメリット債務の目減り、日本政府は約1200兆円を超える莫大な借金を抱えています。物価が上がり通貨価値が半分になれば、借金の実質的な重みも半分になります。タンス預金の目減り、国民が持っている現金や銀行預金は物価が上がると買えるものが減ります。この減った分は巡り巡って政府の借金負担の軽減に充てられていると解釈できるため、実質的な増税資産課税と呼ばれます。なぜこれが税金と同じだと言われるのか、その仕組みを分かりやすく解説します。インフレ税の正体お金の購買力が奪われる。例えば100円でリンゴが1個買えるとします。インフレでリンゴが200円になると、手元の100円ではリンゴ半分しか買えなくなります。あなたの視点、お金自体の枚数は変わらなくても買えるものが減る損をする。政府の視点、お金の価値を下げることで国民から直接お金を徴収しなくても、実質的に国民の富を政府の活動資金、借金の返済などに転用できる。なぜ政府が得をするのか。政府は莫大な借金国債を抱えています。インフレでお金の価値が下がると、この借金も実質的に軽くなります。借金の目減り、1000兆円の借金があっても物価と所得が2倍になれば、政府にとっては500兆円分くらいの感覚で返済できるようになります。税収の自然増。物価が上がれば消費税の収益が増え、名目上の給料が上がれば所得税も増えます。つまり国民の預貯金の価値を削って政府の借金を穴埋めしているという構図になるため、インフレは見えない税金と呼ばれるのです。インフレ税の恐ろしい特徴。通常の増税と違い、インフレ税には以下のような不条理な側面があります。国会審議がいらない。法律を通す必要がないため、国民が気づかないうちに始まります。弱者に厳しい資産を不動産や株式、インフレに強い資産で持てない現金預金頼みの低所得層や年金生活者ほど購買力の低下をもろに受けます。請求書が来ない。誰かに支払うわけではなく、ただ生活が苦しくなるという形で現れるため、怒りの矛先が政府に向きにくい。つまりあなたの財布から価値が蒸発している。政府が積極的な財政支出を行い、世の中にお金を増やしすぎるとお金の希少価値が下がります。その結果として起きるインフレは、国民の全財産に対してその目減り分だけの一律課税を言っているのと同じ効果をもたらします。100万円預けておけば安心と思っていたものが、数年後には80万円分の価値しかなくなっていたとしたら、その差額の20万円はインフレ税として徴収されたと言えるのです。ここからだんだん本格的な話になります。2、所得増のタイムラグの正体。恩恵を受ける格差をカンティオン効果と言います。これを補完する重要な概念が実質賃金です。実質賃金、名目賃金額面割る物価で表されます。現状日本では名目賃金は数十年ぶりの高い伸びを見せていますが、それを上回るスピードで物価が上昇しているため、実質賃金は長らくマイナス圏を方向っています。実質賃金とは、私たちが受け取る給与の額面をその時々の物価の水準で割り引いて考える概念です。これを言葉で言い換えるならば、給与の数字そのものではなく、その給料で実際にどれだけのものを買うことができるかというお金の本当の価値を指しています。現在の日本が直面している問題は、給与袋に入るお金の額名目賃金は増えているものの、それ以上に買い物をする際の値段物価が跳ね上がってしまっていることです。たとえ給料が少し増えたとしても、スーパーでの支払いや光熱費がそれ以上のペースで高くなれば、手元に残る買えるものの量は以前より減ってしまいます。この買えるものの量が減っている状態こそが、実質賃金がマイナスであるということの正体です。つまり、どれだけ一生懸命働いても物価の上昇に給与が追いつかない限り、私たちの労働の価値は目減りし続けていることになります。冒頭で触れた23万円の負担増という言葉も、単に生活費が高くなったという家計簿の数字だけの話ではありません。本来であれば自分のために使えたり、将来のために貯金できたりしたはずの23万円分の労働の成果が、物価高という目に見えない仕組みを通じて失われてしまったことを意味しているのです。このように実質賃金が下がり続ける状況は、労働者が生み出した価値が知らぬ間に社会のどこかへ吸い上げられているという
非常に不条理な構造を浮き彫りにしています。結論冒頭の23万円の負担増とは、単に支出が増えただけでなく、働いて得られる価値が23万円分目減りしたと言い換えることができます。次はさらに専門的な話になります。3、隠れた増税を加速させる制度ブラケットクリープ。インフレが家計を圧迫する中で、さらに追い打ちをかけるのがブラケットクリープと呼ばれる現象です。これは日本語で言えば、所得税の階段を意図せず登らされてしまう状態を指します。日本の所得税は、収入が増えるほど税率が高くなる累進課税という仕組みを採用しています。通常であれば、これは稼ぎが多い人ほど多く負担するという公平なルールとして機能しますが、インフレ下ではこれが残酷なトラップへと変わります。物価が上がると、私たちはそれまでと同じ生活を維持するために、より多くの現金を必要とします。企業がこれに応じて給与を引き上げた場合、私たちの手元に入る額面の数字は確かに増えます。しかし、ここで問題なのは、所得税の税率を決める基準ブラケットが物価の上昇に合わせて自動的にスライドしないことです。結果として生活水準自体は物価高のせいで以前と変わらないか、むしろ苦しくなっているにもかかわらず、給与の数字が上がったという理由だけでより高い税率の区分に放り込まれてしまいます。あるいはこれまでは非課税だった層が課税対象になったり、各種の控除が受けられなくなったりすることもあります。こうして物価高によって買う力が削られている一方で、国に納める税金の割合だけが増えていくという二重の苦境に立たされることになります。政府からすれば、国会で増税の議論を行い、国民の批判を浴びることなく、インフレを放置しておくだけで自動的に税収が膨らんでいく仕組みです。これがインフレ税がサイレントタックス、静かなる税金と呼ばれ、さらにブラケットクリープがそのスピードを加速させると言われる理由です。本来であれば物価上昇に合わせて減税や課税ラインの引き上げを行うべきですが、それがなされない限り、私たちの実質的な所得は税金という形でも静かに削り取られ続けていくのです。4、対策と今後の視点。インフレ局面では現金の価値を守ることが困難です。一般的に以下の対策が語られますが、これらを実行できるのは資産に余裕がある層に限られます。現金預金。インフレに最も弱い現金や銀行預金は、金額額面そのものは変わりませんが、物価が上がることでそのお金で買える量が目減りしてしまいます。例えば、100万円で買えていた車が120万円になった時、手元の100万円の価値は実質的に下がったことになります。特に日本のように長年デフレが続いた国では、現金が一番安全という意識が強いですが、インフレ下では持っているだけで目減りする資産へと変化します。株式不動産。インフレに強い資産。これらは現物資産に近い性質を持っています。企業が製品価格を値上げすれば利益が増え、株価も上がる傾向にあります。不動産も同様に、物価上昇に合わせて家賃や物件価格がスライドして上がりやすいため、資産の価値を維持増大させる効果が期待できます。しかし、これらは元本割れのリスクを伴うため、生活に余裕がない世帯にとってはハードルが高い選択肢となります。外貨円安局面での防衛策。現在の日本のように他国に比べて物価上昇や金利上昇が緩やかな場合、円の価値が他国通貨に対して下がる円安が同時に進むことがあります。この場合、アメリカドルなどの外貨を持つことは、円安による輸入品の値上がりコストプッシュインフレから資産を守る盾となります。ただし、為替相場の変動に左右されるため、常に安定した防衛策になるとは限りません。今後の注目点。政府が歳出削減や減税に踏み切らない限り、この見えない税金の徴収は続きます。特に記事にある社会的100社ほど影響を受けるという点は、食費や光熱費などの削れない支出の割合が高い世帯ほど、インフレによる実質増税率が高くなることを意味しています。政府が歳出削減や減税という国民が最も望む施策になかなか踏み切れない背景には、政治と経済が複雑に絡み合った構造的な事情があります。まず、歳出削減が難しい最大の理由は、日本の予算の大部分が削りにくい仕組みになっていることです。国家予算の多くは、高齢化に伴って膨らみ続ける社会保障費と過去の借金を返すための国債費で占められています。これらを削ることは、年金や医療サービスの質を直接下げるか、国の信用を失墜させるリスクを伴うため、政治家にとっては極めて困難な選択となります。また、公共事業や補助金にはそれを生活の糧とする多くの人々や団体が関わっており、削減しようとすれば強力な反対運動が起きるため、選挙を意識する政治家は及び腰になってしまいます。次に、減税に踏み切れない理由には、政府が抱える巨額の債務問題が横たわっています。政府にとってインフレは、実質的な借金の負担を減らしてくれる都合の良い装置としての側面を持っています。もしここで減税を行い、さらに国の収入を減らしてしまうと、借金の返済能力を疑問視され、日本の国債の価値が暴落するなどの金融困難を招く恐れがあると財務当局は警戒しています。さらに、インフレ税の性質そのものも理由の一つです。インフレによって物価が上がれば、消費税などの税収は特別な議論なしに自然と増えていきます。ブラケットクリープによって所得税収も勝手に膨らむため、政府からすれば、わざわざ批判を浴びるリスクを冒して
増税を宣言しなくても財布が潤い続けるという甘い誘惑があります。最後に経済政策としての判断の難しさもあります。もし大規模な減税を行えば人々の手元にお金が回り、それがさらなる消費を呼んで物価上昇を加速させてしまうインフレの悪循環に陥るリスクを政府は恐れています。このように目の前の生活に苦しむ国民の声がある一方で、政府は膨らみ続ける支出の維持借金の管理、自動的な税収増の恩恵という3つの板挟みになっており、その結果として現在の責任放棄とも取れる静観状態が続いてしまっているのです。5、可能性もある。インフレ税や実質賃金の低下という厳しい現状を聞くと暗い未来ばかりを想像してしまいますが、この状況が好転しハッピーエンドへと向かうシナリオも決して不可能ではありません。経済が健全な形で回復し、私たちの生活が豊かさを取り戻すための可能性についていくつかの側面からお話しします。賃上げが物価を追い越す正のサイクルへの転換。最大の鍵は現在の物価高に追いつかない賃上げがどこかのタイミングで物価高を超える賃上げに変わることです。企業がインフレを理由に価格転嫁を進め、その収益をしっかりと従業員の給与に還元し続けることで、ようやく実質賃金がプラスに転じます。一度このサイクルが定着すれば消費が活発になり、企業業績がさらに向上するという長年日本が実現できなかったデフレ脱却後の好循環が生まれます。投資による個人の資産形成の普及。インフレは現金の価値を削りますが、一方で株式や不動産といった資産の価値を押し上げる側面もあります。新 NISA などの制度を通じて多くの国民が貯蓄から投資へとシフトし、経済成長の恩恵を直接受け取れるようになれば、インフレ税による目減りを補うどころか、それを上回る資産を築ける人が増えていきます。国全体の富が一部に偏るのではなく、個人の資産形成という形で分散拡大していくシナリオです。労働市場の流動化と生産性の向上、人手不足が深刻化する中で、企業は高い給料を払わなければ人を確保できないという状況に追い込まれています。これは一見苦しいことですが、見方を変えれば労働者がより条件の良い場所へ移動しやすくなることを意味します。これにより付加価値の低い事業が淘汰され、より生産性の高い産業にリソースが集中することで、国全体の稼ぐ力が底上げされる可能性があります。政策転換への期待と国民の意識変化、ブラケットクリープやインフレ税の問題が広く認知されることで、政府に対してインフレに見合った所得税の減税や社会保障制度の抜本的な改革を求める世論が強まります。政治が重い腰を上げ、物価高にスライドした税制改正インフレ調整を行うようになれば、家計の負担は劇的に軽くなります。現在の不条理な状況は、日本経済が安さに頼ったデフレ時代から次のステージへ脱皮するための生みの苦しみとも言えます。この苦境を乗り越えた先には、物の価値が正しく評価され、働く人の価値賃金も正しく評価される、よりダイナミックな社会が待っているかもしれません。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。